出雲大社をイメージした高架駅。島根県は JR 西日本の出雲市駅。今日はここから岡山行きの特急やくも20号で新見駅まで向かってみる。やくもは全列車が国鉄特急型電車381系で運転される奇跡の特急だが、さらに20号は平成6年から平成20年頃まで見られたスーパーやくもカラーに復刻されている。そんな夢のような話、にわかに信じられなかったが、ホームで待つ車両は紛れもなくスーパーやくもカラー。かっこよすぎる。相性幕や車体横の赤字ロゴ、極めつけはパノラマグリーン車先頭部分の LED までスーパーやくもが再現されるという強烈なこだわりよう。6両編成のうち2両は現行のゆったりやくもカラー。381系やくもは車両の組み替えが煩雑であり、固定された編成の概念がないのだそう。過渡期にはいろんなカラーの車両が混ざっていたから、これも昔のやくもみたいで懐かしいよな。いろんな懐かしいカラーが復刻された現在、カラーが混ざったいわゆる混色編成をよく見かけるようになった。13時31分、出雲市駅を静かに出発。復刻されたばかりだから多くの人がカメラやスマホを向けている。みんな同じ気持ちなんだな。左手は一畑電鉄の駅。 JR の高架化が1998年で、一畑電鉄の方は2年後に高架化されている。懐かしい鉄道唱歌の電子音チャイム。特急踊り子以来だな。こ列車は特急やくも20号岡山行きです。これから先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の新地には13時40人、松江13時58分、安来14時15分、米子14時24分、新見15時37分、備中高橋16時5分、倉敷16時27分、岡山16時39分、終点岡山には4時39分に着きます。当時のスーパーやくもは東木大山や庄山駅にも停車していたようだから、やくも20号は名前だけではなく停車駅の少なさもスーパーやくものよう。岡山駅までの所要時間はスーパーやくもより10分程度長い3時間8分。あらかじめマナーモードに設定の上、通話はご利用くださいますようお願いいたします。直江駅でスーパー沖とすれ違う。スーパーがつく特急はたくさんあったけど、最近はあまり聞かなくなったよな。スーパー白とスーパー稲葉、スーパー沖、そしてスーパー松風。山陰では今でもスーパーを冠した特急がたくさん走っている。新地駅舎は明治42年の建築。トワイライトエクスプレス水風の運行開始に合わせてリフォームされている。末永く残ってほしいよな。かつて山陰と山陽を結ぶ陰陽連絡の一役を担った木次線が分岐する。備後落合まで 81.9km の路線。平成2年まで広島から松江まで5時間以上をかけて急行千鳥が走っていた。381系は車体用カーブの内側に傾けて車体横方向にかかる遠心力を減らすことでカーブを速いスピードで通過できるようにした振り子式の車両。まるでバイクのようだな。
国鉄時代に開発された自然振り子という方法が使われている。車両がカーブに入るとカーブの外側向きに遠心力がかかる。重たい車体の下側が遠心力に引っ張られると台車から振り子のように車体がずれてカーブの内側に傾く。問題点として遠心力がかかってから遅れて車体が傾くので体にかかる力の向きや大きさが激しく変わり電車酔いする人が通常の車両より多いとか。そのためトイレにはエチケット袋が備えられている。最近の振り子車両は傾くタイミングをソフトウェアでもって調整できるからカーブの手前から徐々に車体を傾かせることで乗り心地が向上しているそう。381系特急やくものみで体験できるこの荒削りな乗り心地、意外と癖になる。381系自然振り子中毒だな。左手に見えてきたのは宍道湖。大和しじみの漁獲量は全国の約4割を占める年間3980トンほど。島根県の名物にもなっている。まもなく信号待ちの停車をいたします。すぐに発車をいたします。おお、381系オリジナルカラー。国鉄特急色のやくも9号だな。何度見てもかっこいい。日本中で見られたカラーなのにいなくなるときはあっという間だったな。昭和29年頃から食糧難や水質悪化を受けて宍道湖と中海を淡水化して干拓する計画があったそうで工事も途中まで進んでいたのだそう。2002年に正式に中止となった。全く違う景観になっていただろうな。1611年築城、現存12天守の一つ国宝松江城が見えると島根県の県庁所在地松江に到着。2024年1月で65年の歴史に幕を閉じる島根県唯一の百貨店市畑百貨店が印象に残っている。主要な駅の前には百貨店があるっていう構図も変わったよな。中海と宍道湖をつなぐ大橋川は宍道湖に海水を供給する重要な川。塩分濃度は中海が海水の約半分、宍道湖が約 10% だから生息する生き物の種類が豊富。他の JR なら特別扱いされるたらこ色のキハ47。令和時代に当たり前に日常に溶け込む景色は目まぐるしく変化する時代という激流に浮かぶオアシスのような存在。変わらない安心感。米子駅には広いヤードが残り昔よく見かけた国鉄主要駅の様相を呈している。 SL を収納する扇形の機関庫や SL に水を補給する給水塔が残り今にも SL が現れそうだよな。国
鉄レトロな駅の表示類も残り、ホームに佇むだけでワクワクする駅。中国地方の最高峰、関節の大山1729メートルが見えると、その名前の駅、伯耆大山に到着。王子製紙米子工場から来る紙を積んだコンテナ車が出発を待っている。工場から駅までは昔ながらの専用線が走っていて懐かしい。トラックでの貨物輸送が盛んになる前は、近くに鉄道がある工場なら大抵こんな景色が見られたんだよな。そして国鉄の電気機関車 EF64 1000番台が牽引するレトロな貨物列車でもある。白尾線を走る車両は貨物列車まで国鉄車。国宝級の路線だよな。山陰本線を走ってきた八雲は伯耆大山から白尾線へと入る。この先白尾線と並行して流れる日野川が形成した扇状地が広がり、大山の全体像がよく見える。大正10年に建造されたコンクリート造りの山陰電気朝日発電所と、大正8年の石造り建築山陰電気海老発電所。石造りの発電所は全国に11カ所しかないらしく、国登録有形文化財に指定されている。車内の空気が外の空気と入れ替わっています。引き続き感染拡大防止に向けて皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
停車駅が少ない八雲20号だが、白尾線は単線だからすれ違いのためにいくつかの駅に運転停車する。ドアの開閉がないだけで結局他の八雲と止まる駅の数はあまり変わらないんじゃないかな。大正11年開業時の駅舎が使われる根羽駅。荷物を積み込むためかな。屋根の高さが異なる上屋も残る。お待たせいたしました。次は新見です。15時37分に着きます。お出口右側です。日野川でオシドリが見られるらしいけど、あれはオシドリかな。右に左にまた右にとくねくねとカーブを繰り返し、中国山地の谷間を走る八雲。振り子車両にふさわしい線形の白尾線。381系の後継車273系も振り子車両になるそう。車上の曲線データと走行地点データを連続して照合し、適切なタイミングで車体を傾斜させる車上型制御付き自然振り子方式と呼ばれる国内初の方式らしいが、果たしてどんな乗り心地かな。楽しみだな。鳥取県最後の駅、上岩見駅で新見行き普通電車を追い越す。県境の隧道で丹田峠を越えると岡山県に入る。足立石灰の工場群。ここから貨物列車に石灰石が積み込まれ、昭和48年までは1日1本デゴイチの30連が新見駅まで牽引していったそう。石灰石の行き先は姫路の日本製鉄広畑製鉄所。鉄を作る過程で不純物を取り除くために石灰石が使われる。あれ、備中神次郎駅の古い車寄せが撤去されている。前回見ておいてよかったな。車寄せだけなのに不思議な存在感があった。ここから広島へ向けて分岐する芸備線、全長 159.1km、白尾線は 138.4km だから、それよりも長いんだよな。白尾線の新見駅まで乗り入れてくる1両の芸備線ディーゼルカー。そのディーゼルカーのみが停車する布原駅。新見行きは1日6本だそう。
16時54分、2番乗り場です。15時37分、新見駅に到着。新見駅にはかつて SL の基地、新見機関区があり、米子駅で見たような扇形の機関庫があった。機関庫はすでにないけど、駅のホームや地下通路、駅舎はその時の雰囲気から変わっていないんじゃないかな。SL の汽笛を脳内再生してみる。午後6時から9時までの天気です。九州南部や奄美地方は雨が続くでしょう。晴れる地域も山沿いを中心に急な雨に